この HD2D 作品というものですね、懐かしさの中に新しさがあるという表現手法を目指して生まれたものだというふうに開発者の方はおっしゃっているんですが、この作品では逆ですと。新しさの中にある懐かしさを表現することを目指しました。一言で実は HD2D って言っても本当に、実はみんなよく見ると違うというところがありまして、一番の違いで言うと、実はオクトパス、トライアングル、ライブアライブって旧スクエア系のテイストなるほどなんです。どちらかというと大人かっこいい、クール、シックな色味をしているんですけど、ただ一方でドラゴンクエストってやっぱそうではない。過去の3作と全然本当に方向性が違う。なんでここをどうしたもんかっていうところが実は一番最初にもうぶち当たった課題でしたね。こんにちは、ゲームキャスターの田口翔平です。今日はですね HD2D 版ドラゴンクエスト3、そして伝説へのロケーションリメイクについてプロデューサーの早坂さんに伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、プロデューサーの早坂です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ドラゴンクエストライバルズという、神のゲームとされていたゲームがあったんですけれども、そこで実況とかを担当させていただいていて、ドラゴンクエスト大好き人間として今日お呼びいただいたので、何卒こちらこそ何卒お世話になります。まだちょっと緊張気味ですけどね、ちょっとこれからやっぱりね、プロデューサーと話すなんて言ったらば、変なこと言ったら二度とドラクエに関われなくなっちゃうんいやいや、そんなことわかんない。ちょっとね、お上がどう判断するかありますよね。確かにちょっと下手なこと言えないんで、言わないですから、角は立てないように進めてまいりたいと思いますので、慎重にやっていきましょう。でも楽しくやっていければと思います。よろしくお願いいたします。いや、どうですか。めちゃめちゃ売れましたし、評価もされている作品だと思いますけれども。いや、実際のところそうですね、本当ありがたいことに皆さんに遊んでいただいても嬉しい限りと言いますか、もうなんでしょうね、他のインタビューとかでも喋ってるんですけども、やっぱこれを失敗したら僕はこの業界にいることができない、いさせてもらえないという気持ちでやってて、そこがなんとか払拭できたというか、いる許可を皆さんにいただけたと思って、今この場に座っております。投票権みたいなものなんですね。ソフトを買うっていうことが。買うということは、お前のなるほどいてもいいんじゃないかと言って、まだ救いに行っていいぞ、いいと言ってもらえてるということなんじゃないかと思っております。はい、わかりました。そんな早坂さんと一緒にですね、改めてドラクエ3、そして伝説へのHD2D 版のご紹介していければと思うんですが、改めてこのドラクエ3とは何ぞやというお話ですけれども、1988年にですねドラゴンクエストシリーズの第3作目として発売されて、社会現象にもなったというものなんですが、90年の生まれでいらっしゃる。そうなんです。なんでまだ原作ファミコン版が出た時っていうのは僕は生まれていなかったですね。はい、私も91版なんですけれども、96年にスーパーファミコン版が、で2000年にゲームボーイカラー版、さらにプレステ4だったりニンテンドースイッチでも展開されて、この度 HD2D 版ということで、私最初に触ったのがドラクエ3はゲームボーイカラー版。なるほど。そうなんです。東瀬さんが作ってたやつなので、またそれもどうなんでしょうね、イレギュラーな入り方っていうことになるのかわからないんですけど、やっぱメインで遊ばれてるドラクエ3、そのファミコンでのものもそうですけど、周りだとやっぱそのスーパーファミコンのリメイクが、そうですね、やっぱ多い気がしますね。やっぱね、名作リメイクとして本当に名高いですからね、スーパーファミコン版も。早坂さんはドラクエ3に最初に触ったっていうのはどのタイミング？そうですね、ちょっと最初に触ったのは結構前、ちょっといつだったかなって感じなんですけど、ただ当然このプロジェクト始めるにあたってもう一回改めて触り直して、でその時はスーパーファミコン版をプレイしてって感じでしたね。いや、あれで完成してるんじゃないかなってね思ったところからの今作なんで。そうなんです。なんでこれに負けないようにどうすればいいんだろうから本当に始まったタイトルでしたね。やっぱそのさっきの責任問題ね、因数分解していくと改めて重みがでかすぎるなっていう、完成してるものにね。そうですね、レジェンドタイトルで、しかもすでにあるリメイクが名作として完成したと言われてる中で、その超えるのも作りなさいと上からお達しがありどうすればいいんだ僕はみたいなところから、本当にありましたね。業界からいなくなっちまうんじゃねえかなという思いで作った本作なんですが、改めてまずテーマ一つ目なんですけれども、ロケーション全般に関するですね開発方針について伺ってまいりたいと思いますが、もう早速ですけれどもコンセプトアートからちょっと見てまいりましょうか。これが今出ていますのがルイガの酒場。そうですね、これ酒場のアートですね。結構本当アリア班は、ゲームの序盤に本当制作初期の頃に作ったのやつなので、この絵もおそらく
だいぶ最初の頃に作られたやつじゃないかなと思いますね。いや照明一つ取ったって街によってテイスト全然違うじゃないですか。あ、そうですね、違います今回だって書いてます。フラッグの色味とかもはい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 どんなもんなんだろうとかですよね。外観だけでこんなにワクワクできるんですから、ルイの酒場って。そうですね、ねえ確かに。で今回HD2D なのでちょっと絵の右側にガラスの屋根みたいなはいのがあってゲームの中でも屋根の下通ると、うんちょっとこのガラス越しの表現みたいなのでドットが透けて見えるみたいなのでちょっと面白くなってたりしますね、あそこは。リメイク版だとだからああいうなんでしょう、天窓的なものはないってことですか？ないですね。スーパーファミコン版とかでは当然そんなものはなくて、今回、やっぱ HD2D 映えさせる要素っていうのはやっぱいろんな街の各所に小ネタとして仕込んでる中で一つがそのガラスの天窓みたいなのがここで入れられてるってことですね。映えさせる、やっぱその見た時におって思ってもらうってことですか？そのなんだろう、そういったものを考えた時に既存のプレイヤーが HD2D を遊んだ時に、俺これ知ってたっけみたいな驚きを持ってもらいたかったって感じなんですか？そうですね。やっぱHD2D ってなんでしょう、このキラキラ、しているみたいな、すごくざっくりなんですけど、キラキラしてるみたいなところがやっぱ一つ特徴なので、そのキラキラ感ってどうやって出すかっていうと、やっぱ水の表面の反射であったりとか、まさに今ガラスみたいなこういうところやっぱなるべく入れていくと HD2D っぽくなってくるみたいな、それを感じてもらいやすくなるみたいなのがあって、要素としてなるべく仕込もうみたいなやってる感じですね。なるほど。でそれがまず随所に散りばめられてるそうですそうです、ということなんですね。でまた別のコンセプトアートで、あとロマリアのものになりますね。よかったですね。いやロマリア街に入った瞬間のカメラのあれはよくできてるなと我ながら思いますね。いやだから街のスケール感っていうんですか、フィールドもね、後ほど喋ると思いますけど、ロマリアこんな広かったっけみたいな。そうですね、だいぶ広くなったと、アリアハもそうですけど、中央の噴水のところとかも、中央の噴水からお城の前の噴水もそうですけども、水ピッカピカさせんぞみたいな、それによって空気感作っていくぞみたいなのはもうやっぱロマリアはすごくやりやすい街って言ったらそうですね、やりやすかったですね。で一点変わってその色彩というか、また使う色も変わってるピラミッドなんかも、これ外観ですけれども、外観ですね。外観はだからなんかちょっとなんだろう、やっぱ砂漠にあるなっていうような、なん適切な日本語アナウンサーなんですけど知らなくて空気感っていうんですか？砂漠らしい空気感っていうんですかね。ロマリアなんか結構青い基調としてたところがやっぱここは一点何しろ砂漠の国なので、そりゃこういう色味にした方がやっぱお客さんとしてもこの色が変わるとスッと入ってくるんですよね。やっぱロケーションとかの違いって、そこは多分かなり意識してやってるところだと思いますね。やっぱコンセプトアートの時点で左の方にちょこっとやっぱあるんですね。ああいう入り口みたいなものが、そうですね。ちょこっと入り口ありますね。やっぱりそこは細かくやってくれてますね。なるほど。はい、ということで、ロケーション全般についてお話もいただきつつなんですが、今回ですね、開発者の皆さん、開発に携わっていただいた皆様からアンケートをいただいてまして、これをベースに早坂さんにお話を伺っていくという手法を取らせていただきたいと思うんですが、この HD2D 作品というものですね、懐かしさの中に新しさがあるという表現手法を目指して生まれたものだというふうに開発者の方はおっしゃっているんですが、この作品では逆ですと。新しさの中にある懐かしさを表現することを目指しましたというコメントをいただいているんですが、HD2D、初出でいうとオクトパストラベラーということになりますね。そこから生まれた表現ですね。これがじゃあオクトラとドラクエ3では違うということになる。そうですね。HD2D 作品これまでにいくつか出てまして、オクトパストラベラーと、これ画面にもね、そうですね、今画面に出てるやつ、あとはトライアングルストラテジー、あとライブアライブっていうものがそれぞれ出てまして、で一言で実は HD2D って言っても本当に、実はみんなよく見ると違うというところがありまして、もともとこの HD2D ってやっぱそのスーパーファミコンの黄金期のドット絵を現代に蘇らせたらどうなるかっていう発想から、作られていたものなんですけど、それがさっき言った各タイトルを得て、でも今回のドラクエ3につながっていくっていうわけなんですけど、やっぱ本当に何でしょう、一番の違いで言うと、実はオクトパス、トライアングル、ライブアライブって旧スクエア系のテイストなるほどなんです。どちらかというと大人かっこいい、クール、シックな色味をしているんですけど、ただ一方でドラゴンクエストってやっぱそうではない、全く違う何でしょう、ビビッドカラフルな色彩に
子供でも親しみやすいような温かさがあるっていうところで、実は過去の3作と全然本当に方向性が違う。なんでここをどうしたもんかっていうところが実は一番最初にもうぶち当たった課題でしたね。はい。なんか堀井さんのインタビューなんか見ててもやっぱそのドラクエと FF の違いみたいなものを結構言葉になさっていて、それを表現する HD2D の作りも当然変わってくるかそりゃっていう話ですね。やっぱ違いますね。このドラクエらしさって何なんだろうみたいなところは本当に、なんでさっき言った3作品からなるべく僕は離れる意識をすごく持ってこのタイトルは取り組んでましたね。同じにしちゃうとやっぱそのFF らしい方向にどうしても寄っていってしまうので、もう少しじゃあそれをこう噛み砕いていくと、はい、どんな違いが、こっち今映っているのがドラクエ3のそうですね、こちら HD2D 3でですすね。はい。一番はやっぱ草と水の色、特に草ですかね。草か。やっぱ鮮やかな結構彩度の高い色を使ってるのはやっぱドラゴンクエストなんですけど、 FF とかオクトパスみたいなやつは結構この暗めの緑の色を使ってるというか、はい、水の色もやっぱドラゴンクエストの方はなんていうか水彩っぽい鮮やかな水色に対してオクトパスとかだと結構深めの色を使ってるみたい、やっぱそういうところでらしさっていうのがかなり変わってくるんじゃないかなっていうのがなんか自分なりの分析ではありますね。はい、先ほども大人びたというようなね、表現してましたけれども、まあ本当に色彩、いや緑にも200色ぐらいあるんですね。そうですね。白も200色あれば緑だって200色ありますからね。そういったそっか色の一つ一つの違いだけでも HD2D の表現力変わってくるっていう話なんですね。そうですね。やっぱそういったところの積み重ねによって各タイトルのやっぱらしさっていうのが出てくるんじゃないかなと思いますね。いやこれはやっぱこういう話を聞いてからね、やっぱ両作品もう一回遊びたくなりますよ。そうですね。ぜひ比較なんかしてみるとやっぱここまで違うかっていうの結構やっぱ分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。いや一プレイヤーもそうですし、やっぱクリエイターもやっぱそういうこと考えてね、今後ゲームをたくさん作っていくでしょうから。そうですね。非常に興味深いお話であります。まだまだねちょっとアンケートがあるということで、こちらも HD2D についてなんですが、被写界深度、先ほども私も言いました空気感のような表現だったり、ドラクエらしい表現との間にですね HD2D と相入れない部分があって、そこをどういうふうに同居させるのかっていうところが大変だったよと。例えば空気感出すために空気遠近法フォグ、霧ですね、で表現しようとした場合画面のサイドが低くなってドラゴンクエストらしくなくなってしまうケースがありましたと。あとはこう水面の表面もリアルにしすぎてしまうとドラクエらしくないので、適度なデフォルメが必要になってくる。言葉にするのはそうなんですけどね。そうですね。言葉で言うとそうなんですけど、じゃあ実際どういう違いがあるのかってところですよね。はい。ちょっとじゃあこれもまずはファミコン版からですけれども、おなじみのという懐かしい画面ですね。で続いてがスーパーファミコン版。これはだからもう完成してるんだけどな。これはこれでやっぱなんかいい表現だなと思いますね。後面で見ても。そして HD2。わあでもやっぱこう見るとやっぱ違いますね。違いますね。やっぱこの辺りがさっき言った本当に何でしょう、ちょうどやっぱサイドが下がってしまうとらしさが減ってしまうって今まさに開発アンケートにもありましたけど、そこに繋がってくるんですよね。デフォルメ感っていうのが何でしょう、こう、デフォルメっていうものが分かるんですけども、開発陣から見るデフォルメっていうのはなんだろうな、もう少し分解するとどういったものになるんでしょう。リアルすぎないっていうところ、あえてちょっとアニメっぽい言うたらなんか作り物みたいな風にした方がやっぱデフォルメ感ってどうしても上がってくるんですよ。リアルにすればリアルってデフォルメの真逆にあるようなものにはなるので、なるべくなんでしょうかね、ちょっとテーマパークっぽいものを作っていくっていう風にやっていくとだんだんデフォルメ感って出てくるのかなっていう。本当に実写風味にやっていくとやっぱリアルさが上がっていって、そうじゃないアニメっぽい作り物っぽい風にしていくとデフォルメ感が上がってくるっていうところなんじゃないかなと思いますね。じゃあ例えばこの、先ほども上がっていたこう水の表現なんかももっとリアルにすることはできるけど、もちろんもちろんもちろん、はい、やっぱそこは今他のねトリプル A タイトルなんかでももう本当すっごい綺麗な、もう本物みたいな滝の描写とかあるじゃないですか、なんでやっぱそうはしてないってことですよね、僕らは。ドラクエらしさにこだわって作っているということですね。まだまだ、アンケートありまして、原作に時間経過のあるように、今作でもフィールドでは1日の経過がシームレスで変わるようになっていますが、常にドラゴンクエストらしさが損なわれないようにこだわる必要がありましたというアンケートで、ちょっとじゃあ実際にこちらもご覧いただきましょうか。はい、これ昼ですかね。はい、昼のアリア班ですね。夕方が良かったっす。ごめんなさい、全部見てから夕方が良かったですね。で次夜ですね。夜ですね。
こう街の中もねちゃんとライト変わってたりとか。そうですね、そうなんです。夕方は原作にはフィールドではあったんですけど、街の夕方とか男女の夕方は原作にはなかったので、今回から入れたものになってますね。やっぱり現実世界生きていても一番なんでしょうね、こう記憶に残るのは夕日だと思うんですよ。そうなんです。合ってます？合ってます。やっぱ今回そのノスタルジックさ、やっぱ何でしょう、みんなにこの懐かしいけど新しいって思ってもらうために、この懐かしさをやっぱ引き出すための一つの手法として、なんかこの夕方の景色ってやっぱ誰しもがノスタルジックを感じるところなので、それを入れたいっていうので、実はこれ結構僕が強く開発に要望して夕方一台入れてて。そうなんですか？みんなからはいらないよ夕方なんてみたいな。いやだって原作にもなかったし、別に言ったら今回昼と夕方で町人たちは喋ってる内容とか実は変わってないんですね、本当に見た目だけが変わってるのがこの夕方の各タウンなんですけど、そんなのいるって言われて、いるんだといる何を言ってるんだと。せっかく HD2D でこんな夕方って映えるシチュエーションなのに入れないとか、何を言っているんだっていうので頑張ってみんな説得しました。いやなんでもございますプロデューサー。これはいや本当に良かったですね。この夕方の表現っていうのは早く街に戻らなきゃみたいな気持ちにもなるし、なんでやっぱ旅してる感というか一日を過ごしてる感がね。そうですね。昼夜だけでは表せないものが絶対あったはずなんですよね。やっぱ他の時間帯に比べてちょっとやっぱ夕方になってる時間が短いので、見る機会って結構限られてきちゃうと思うんですけど、そこはなんかぜひ宿屋で夕方にまで泊まってからもう一回街見てる、なんか僕としてはやってほしい。いや特に船乗ってる時のね、まあいいですけど喋ると無限になるんですけどとかはめっちゃ良かったなと思いますね。いやなるほど、ここはやっぱプロデューサーのこだわりもあるというところでしたけれども、まだまだございますね。続いてのアンケートはこちらです。フィールドの地上世界は実際の地球をイメージして作られています。 3D で再構成するにあたり山脈を高くするなど地形にこだわりました。またジパングの形が日本に見えるように調整しました、というアンケートでございます。実際に見てまいりましょう。ラーミア飛んでるシーンですね。上から見た方が確かに起伏は分かりやすいかもしれないですね。これは越えられないですよ歩いてやっぱりそうです。これ越えるのはなかなか至難の技ですね。それはそうだなというところですね。タウンダンジョンだけじゃなくて、やっぱこのフィールドを歩いてる時もこの世界旅行感っていうんですかね、それをやっぱ感じてほしくて、タウンダンジョンも今回その世界旅行感っていうワードを僕らはキーワードにして各地域の差別化をしていたんですけど、じゃあその間を埋めるフィールドについてもやっぱそれがただのなんか通過道になっちゃったら当然面白くないので、ちゃんと起伏つけることでなんかその冒険感というか出せないだろうかっていうのをかなり試行錯誤して、これはフィールドはかなり苦労しましたね。これまでのインタビューでもその広さの調整っていうね部分もおっしゃってましたけれども、改めてやっぱ行けないところがあるとか、その広さの調整も踏まえてですけども、旅をしてるんだ、世界を歩いてるんだっていう感はやっぱ出ましたよね。ありがとうございます。一番最初に僕らが出したティザームービーがあるんですけど、その時のやつ皆さんにまた見ていただきたいんですけど、フラットなフィールドになってて、その時まだ起伏ほとんどつけてないんですね。でやっぱ実際それで歩いてみるとリメイクに見えない、ただリマスターちょっと綺麗にしただけにしか見えないってところで、これでいくのはよろしくないだろうみたいな話もやっぱ社内でみんなでテストプレイした時に上がったので、やっぱそういった意見も踏まえながら最終的にこうなったっていう、経緯もありますね。まだそれこそだからそういうものがあるからラーミアが入ってくるわけなんでね。そうですね。やっぱラーミアで飛べるようになるっていう感動がひとしおなんじゃないかなっていうふうに思ったりしますけどね。で、先ほどアンケートにも上がっていたジパングになりますね。そうですね。でジパングファミコン版このような見た目、本当日本っぽい形になっていて、なんで今回も堀井さんからちゃんとラーミアとかで飛んで上から見た時に日本列島に見えるようにしてくれと言われて、分かりました堀井さんみたいな。いやこれなんかそのマスというかドットだったらむずいこと言いますよね。いやそうなんですなかなかやっぱここフィールド作るにもやっぱ開発的な制限がある中で、今回フィールド班が頑張って北海道、本州、四国、九州みたいなパーツを作ってそれっぽくやってくれましたね。頑張って。ちょっと見てみましょう。これがファミコン版で、続いてはスーファミ版、で今回の H そうなんです。やっぱ真上から見てないんでちょっと角度的に難しいところあるんですけど、それでもやれる範囲の中で頑張りました堀井さんって見せて、許可が下りたってことですね。これで許可が下りてます。いやすごいこだわりですね。やっぱでもそうです。ジパングって名がついてるわけですし、そうですね。実際中入ってやっぱ風景がこの地形から出てくるっていうところにね、そして感動していただけたら嬉しいなと思いますね。なるほど。
あ、今お話にもありましたこうアンケートにもあるところなんですが、空中からの視点についてですね、3D 地形をループさせるのはこう読み込みだったりエフェクトの形状を同じにするなどテクニカルな問題が発生すると。それでも原作のイメージに近くなるようなシームレスなループにこだわったというところですが、描写の負荷を考えるとカメラ見下ろしにして表示される配置物少なくしたいんですけれども、カメラを寝かせた方が奥行きが画面に出てくるということ、これが HD2D ならではの表現が可能になるということなので、そこにこだわったというアンケートです。はい、そうですね。でここに関してはもうネットでの皆さんの声っていうのを我々は当然把握はしていて、でやっぱこのラーミアで僕らが本当にこだわったのってやっぱこの空を飛んでいる時のこの景色、抜けの良さ、ビジュアルっていうのはやっぱ HD2D である以上ここを外すわけにはいかないっていうところにものすごいこだわってまして、で、今本当にまさにこの開発アンケートにも書かれていた通りなんですけど、やっぱこのなるべく円形を見せずに地面だけを見せてやっているとそのグラフィック的に表示しなきゃいけないものが減るので、その分実は移動速度を速くすることができるんですね。その描画の負荷が少なくなるので、この画面で言ったらもっとこう今だったらこうなんだカメラを立てるってことですね。上から見ると見下ろし型にしてあげればあげるほど描画負荷が減るっていうので、そうです。こちらがまさに開発版なんかあるんですか？はい、実は開発版持ってきまして、これが本当初期に試しで作っていたやつで、早い。そうなんです。断然今のよりも速度は実は速くなってるんですが、ただやっぱこの見た目で本当に良いのだろうかっていう、確かに速度はもちろんこっちの方が速くてなんでしょうね、この利便性は当然上がってはいるんですけど、本当にこれでいいのかっていうのがやっぱ開発としては議論なされていたポイントですね。ちょっともう一回戻してもらってもいいですか？いやそりゃね、僕も遊びましたよ。ラーミア遅いなって思ってましたよ、正直。いや、正直な感想ありがとうございます。正直思ってましたけど、そりゃそうですよね。試行錯誤した上でこうなりますんですもんね。いや当然やっぱ僕らもそこはすごく考えて、やっぱお客さんとしてはやっぱ早い方が当然世界を回るには便利、そこは間違いない。ただそれを踏まえた上でも本当に何でしょう、この地面を見せてっていう風にするかどうするかっていうで、やっぱりこのカメラを見下ろしにすると正直見栄えはあんまりよろしくない。今ご覧いただいているこのインゲームの実際のゲーム画像の方がやっぱ見栄えとしてはすごくいいものになってると僕らも思っていて、やっぱせっかくラーミア手に入れて空飛ぶのにこの見えてる範囲が少なくて地面ばっかり見てるっていうのも、それはなんか空飛んでる時のなんか冒険感としてもどうなんだろうっていうのもありますし、やっぱり何よりもこの杉山先生の作った曲を合わせた時にシュ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 ってラーミアが言っちゃうのは、これはちょっと情緒的な意味でもどうなんだっていうのはすごく思っていて、試作段階見させてもらってもいいですか？はい、こちらですね。いや、ここだけ切り抜いて出しましょう、ツイッターに。これはね、これをその両方見た上でやっぱね、皆さんの意見コロって変わると思いますね。変わりますかね。全然やっぱりそうですよ。曲もしっかり風景もしっかり今のゲームの方で良かったんだなと思いますよね。そうですね。なので僕らも本当にそこをバーターにかけた上で、やっぱ体験、雄大に空を飛ぶ体験の方を取って、そこは皆さんに遊んでほしかったっていうのでこのようにしてるっていうのが、実はこの場を借りてなんですけど、そういったちょっとお話がありまして、いやそうですよね。我々はそう上がってきたものでしか判断できない。すいません。いやそこはもうねしょうがないんですけども。いやこれはでも本当にみんなに知ってほしいところでございますね。そうですね。ちょっとここをなるべくみんなに広めていきたいななんて思いつつ、私も方々に喧伝してまいります。はい、ありがとうございます。はい、ということで続いてまいりましょうか。まだまだアンケートございまして、バトルマップになりますね。砂浜という綺麗なロケーションを作成したのですが、海岸があまりなくて目にすることがほとんどありませんと、そのようなビューポイントが各所にあるので探してもらえると嬉しいですという、こだわって作ったのにみんなの記憶になかなか残りづらい。これちなみに砂浜のでバトルとかやられましたか？覚えてます？ごめんなさい。いや戦ってはいるはずなんです。戦っているはずなんですけど、どこだっけ？どこだっけ？画像ありますかね？せっかく戦った俺戦ったはい。やっぱこの砂浜ってこの大陸の中の端っちょにあるやつなので、なんか遭遇する機会実はあんまり多くないので、もしかしたら見ていない方もいらっしゃるかなというところで、ただやっぱここもタウンダンジョンと同様にバトル背景としてこの昼夕方夜があって、夕方
綺麗なんすいや砂浜。水がねまずそもそも入ってくるわけですもんね、画面の中にね。そうですそうですそうです。やっぱりね夕方の砂浜といったらなんかもうこのなんかノスタルジックなオレンジの景色あると思うんですけど、やっぱそれここでも再現しているので、なんでぜひ改めてまだ見たことのない方はゲームの中で触ってくれると嬉しいななんて思いますね。いやだから全部見た気でいますけど、だから砂浜もしっかりですし、まあ、それこそ山田のそうですね、はい、もっと見られてない場所がねああるかもしれないっていうことなので、はい、きっともしかしたらそうですね、見てないフィールドバトルの背景あるかもしれないんで、しかもそれが各時間帯分ちゃんと綺麗に作ってますんで、そこもなんか本当は余すところなく見てほしいなっていう気持ちはあるんですけど、まあなかなか大変なのでねあれですが、トヘロスばっか使っちゃいけないっていうそうですそうです忍び足トヘロスやってバトルを避けていくとなかなかこういったので見る機会が減ってきてしまうので、そうか戦闘も楽しんでいただきたいと、そうですね、もう戦闘と背景も楽しんでほしいですね。はい、いうところでございますと。いやーいろんな話が聞けますね、はい、本当にやっぱこだわって作られてらっしゃるんだなというところでございますが、ここまでね、まあ、各ロケーションのグラフィックについて伺ってまいりましたけれども、世界観についてもですねこだわりの部分聞いてまいりましょう、はい、こちらもアンケートからですが、メインストーリーバックストーリーをアートからのアプローチで表現できないかを考えて開発しました。例えば勇者の家に船の絵画がありますけれども、誰が乗っていた船なのでしょうか。本作ではアートからストーリーを想像できる仕掛けをたくさん用意してありますということで、これはあんまりこうなんだ気にかけてる人いないんじゃないか、言われてみないと。そうですね、多分言われなきゃ気づかないような本当こだわりポイント、まさにこだわりポイントだと思いますね。これ勇者の自宅。そうですね、自宅の、はい、まさに今映ってるところに飾ってあるイラストになるんですけど、でこれは本当にこのコメントくれたのが今回のアートディレクターのメンバーなんですけど、まあ、これまでのコンセプトアートとかも含めて彼が全部監修していて、はい、まあやっぱ今回の本当に立役者と言っても過言ではないぐらい随所にこだわりを詰めてくれて、でまあ勇者の家の船のイラストなんかも僕話は聞いていて、あ、そういう意図で作ってるんだみたいな、実は言ってくれないですか。いやいや、そこはもうやっぱそれを言うとねまあまあまあ野暮なので、そうだそれは野暮なので、それはそうだ。はい、こういうのが世界各地随所にある。そうです。やっぱ各タウンのいろんなところにこういう開発こだわりがやっぱ詰め込まれているので、今回 HD2D ってやっぱこのグラフィックをやっぱ再創造して作ってるので、どういうこのタウンがどういう経緯で生まれたのかみたいなところまで深掘りした上で、やっぱ開発チームってその街をリメイクしてくれてるので、なんかそこもなんか想像を膨らませながら、これってこういうことかなみたいなやってくれるとすごく嬉しいなと思いますね。これからもっとこう YouTube に感想なりとか、そのドラクエ3に関する動画増えてくると思うんです、SNS。ここを気づいてる人がいるかどうかですね。そうですね。考察膨らませてくれるかどうか。そうですね。ただやっぱネットとか拝見してると各このタウンに関しての考察をやってる方っていうのはやっぱ何名かいらっしゃって、それ自分たまたま目にしたんですけど、いるんだ。ものすごいなんか考察具合がちょっと本当になんか歴史学者かぐらいな。考察をしてる方がいらっしゃって、やっぱこの街ってこういうヨーロッパ地方とかにある、きっとここをモチーフにされてて、でその街っていうのは実際の歴史上を見てもこういう歴史があるから、ってことはこのパーツはこういう意図で作ったんじゃないか、ルネッサンス期とかなんとか期みたいな、そういうところから引っ張って作ってきてんじゃないみたいな書いてる方がいて、すげえみたいな。すげえ、やっぱいるんすね、今の時点で。いますいます。いやなるほどな。そこはやっぱ今回ドラクエ3っていうのが現実世界をモチーフにしてるっていうところもあって、そういったなんでしょうね、この考察遊びじゃないですけど、そういったものも楽しんでもらえてるんじゃないかなと思いますね。なるほどな。まあそうですよね。改めてこうストーリーで全部を言わないのが、ある種逆にこの HD2D の、初代原作ドラクエ3の面白さの部分でもあると思うので、ここはやっぱ酒を飲みながらみんなでああだこうだとねいや言ってほしいところですね。本当にぜひぜひ。いやというところでございますと、はい、今アートのお話もありましたけれども、バラモス城なんてのもまた原作ストーリーでは語られてません。ただこれはもう古から考察されてましたと。そうですね、されてますね。でこれアートを見ると再びねそれを感じられるような雰囲気になってるんじゃないかなというアンケートで、こちらもご覧いただきましょう。誰なんだよと。そうですね、ここに寝転んでるのは誰なんだよというところですよね。玉座もしかりですし、この辺りは本当にね、どういうストーリーでバラモスがここを攻めてきて城を奪い取ったんだってあろうかみたいなとか。このバラモス城があるの、このネクロゴンド地方っていうところで、実はこの名前ってドラクエ11の方で実は
登場してネクロゴンド王国という形で、設定について言及があったポイントなんですよね。でやっぱアートチームの方でも当然その最新のドラゴンクエストとしてナンバリングとして11とかっていうのはやっぱ研究していて、でそれを僕らとのなんか逆輸入みたいな形で11でこのように語られてたのを僕らの方で再解釈して入れたらどうなるだろうみたいな発想とかっていうのもやっぱ特にこういったバラモス城なんかは入れていたりしまして、多分それが次に出すコンセプトアートとかでも現れるんじゃないかなって。これもコンセプトアートでバラモス城のやつで、きっとそういったところからこのディティールを生み出していって、このアートに落とし込んでグラフィックを作っていくみたいなのをやってくれていましたね。いやもう11の話していいんだったらいっぱい聞いたことありますけどね。いやでもそこはねやっぱり語らぬが花みたいなところもありますんで、始まり方も最高でしたよ。今作は本当にありがとうございます。はい、ということであっちゅう間でございますけれども HD2D 版ドラゴンクエスト3そして伝説へのロケーションリメイクのこだわりについてですね、お話を伺ってまいりましたが、最後にですね早坂さんに質問なんですが、本作のリメイクを行うにあたってロケーションという部分でですね表現したかったこと伝えたいものは何だったのかというところをお聞かせ願いたいんですが。そうですね、やっぱ一番はこの何でしょう、やっぱリメイクですので、この当時遊んでいた皆さんが頭の中で想像していた世界、このドラゴンクエスト3の世界っていうのをやっぱちゃんと綺麗な形で具現化するっていうのがやっぱまずは一番ですね。できっとこの街はこういう景色でこんな色合いでこんな建物があってみたいなのを当時本当に皆さんが頭の中で想像しながら遊ばれてたと思うんですけど、答え合わせっていうとちょっとおこがましいんですけど、なんでしょう、そういったものができるようなタイトルになってくれればいいなと思ってやっていた節もありますし、実際に今ここまでの皆さんの評判とかを自分が見ている限りで言うときっとそんなに外れた内容にはなっていないんじゃないかなって、結構やっぱグラフィックに対しては好評をいただいて、ありがたいことに好評いただいてますので、なのできっと多くの人にとってそうこういう感じのイメージだったんだまさにっていうのを言ってもらえるようなグラフィックになってるんじゃないかなと、思いますんで、そこは本当に今回こだわってやったポイントですね。これは本当に何よりその当時のねやっぱプレイヤーからそういう言葉がかけられるっていうのは開発者としてプロデューサーとしてやっぱ嬉しいところですか？いやもうやっぱ原作の人に喜んでもらわないことにはもう何のためにリメイクをしたんだって感じになってしまうので、でしかも今回 HD2D リメイクと銘打ってるので、やっぱそこのグラフィックが喜んでもらわないと本当にこのタイトルの存在意義がないぐらいの勢いで僕らも力入れてやったところなんで、やっぱそこに対して喜んでいただけてるっていうのは本当素直に嬉しいですね。ありがとうございます。さあということで次回また違ったテーマでですねお話伺ってまいりたいと思いますけれども、チャンネル登録評価ボタンおよびですね感想だったりコメントというものを SNS のハッシュタグインサイド SQEX でお聞かせください。次回はですねキャラクター表現のこだわりという部分でして、勇者の母親だったり神田田についてお話伺ってまいりたいと思います。それでは、ぜひ次回もご視聴いただければと思います。早坂さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。